りょうでございます。今回は函館へやってまいりました。函館へやってきた理由は1泊2日の短期間でどれだけ観光できるか検証するためです。しかも飛行機ではなく陸路です。結論から申し上げますと、かなり充実した旅行ができました。スケジュールとしましてはこんな感じです。まず初日はお昼頃函館に到着する予定で、ベイエリアへ移動し昼食をとります。そして教会や重要文化財のある元町エリアを散策。せっかくですので函館港をクルーズし、その後ホテルへチェックインします。夕食は海鮮料理を食べ、函館山の夜景を見に行き、初日は終了です。2日目は朝の散歩がてら函館朝市を見学し、ホテルで朝食をとります。ホテルをチェックアウトしたら路面電車で五稜郭へ行きます。そして六花亭五稜郭店でお土産を買ってお昼頃帰る予定です。函館の滞在時間はちょうど24時間になりますが、果たしてどんな旅行になるのか、ぜひ最後までお楽しみください。それでは行きましょう。北海道新幹線のはやぶさ号を利用しますと、東京から乗り換えなしの約4時間で新函館北斗駅に到着します。はやぶさ号の停車駅は非常に少なく、上野大宮を過ぎると仙台まで止まりません。私は栃木を拠点としているため、宇都宮から東北新幹線で仙台まで行き、はやぶさ号へ乗り換えました。車で 3,4 時間運転することはよくあるので、それから比べると快適な移動です。そして青函トンネルへ突入すると約25分で北海道側へ出ます。はい、北海道へ入りました。いつ来たか覚えていないくらい久しぶりの北海道です。そして新函館北斗駅へ到着しました。函館市街へ出るには函館本線へ乗り換える必要があります。気温は13度、関東と比べると約10度くらい違いますね。函館山が見えてきました。新函館北斗駅から函館までは約15分で到着しました。函館まで約4時間半の移動でしたが、景色を眺めながら朝食をとったり、函館の事前情報を調べたりしていたので、それほど長くは感じませんでした。函館市の人口は約23万人ですので、あまりごちゃごちゃしていなくて快適ですね。まずはホテルへ向かい、荷物を預けてから観光します。そしてこちらが今回宿泊するセンチュリーマリーナ函館です。立派なホテルですが、今回はその中でも最高級のお部屋に宿泊しちゃいます。ホテルから徒歩10分、まずは赤レンガ倉庫のあるベイエリアへやってきました。横浜の赤レンガ倉庫は2棟しかありませんが、函館はなんと7棟も建っていて、様々なショップやレストランが入っています。特にアクセサリーや雑貨が豊富のようで、お時間があれば何時間でも見ていられると思います。もちろんお土産や衣類、靴屋さんなどもあるので、ショッピングを楽しみたい場合は赤レンガ倉庫群をおすすめします。今回はあまり時間がないので、各ショップの詳細は割愛させていただきます。こちらは歴史のある函館ビアホールですね。工場直送の樽生ビールを味わうことができるようです。そしてこちらが人気のバーガーショップ、ラッキーピエロですね。ハンバーガー屋さんを見ていたらお腹が空いてきたので昼食にします。それでは函館旅行の目的の一つ、本場函館の回転寿司は本当にうまいのかを検証したいと思います。訪れたのは赤レンガ倉庫に隣接し、函館の老舗鮮魚店マルカツグループが直営するマルカツ水産さんです。こちらは本店になりまして、関東では横浜や汐留、藤沢にもあるようです。函館港の市場直送ネタということでうまいに決まってますよね。こちらのいけすからも食べたい食材を選ぶことができるようです。それでは注文していきましょう。今回は運転がないので私も堂々とビールをいただきます。早速エビとホタテ、そしてイカを注文しました。北海道といえばホタテですね。口の中でとろける柔らかさで超新鮮です。スーパーのホタテとはまるで違う食べ物のようでした。回転寿司屋だけあってどんどんお寿司が運ばれてきます。
こちらは中トロとサーモンです。やっぱ鮮度が違うっていうのはなんかちょっとわかる気がする。ホタテが美味しすぎたので炙りホタテも注文してみました。うまー、なんこれ。マグロも美味しかったです。今度は大間のマグロも食べたいですね。そしてこちらは牡蠣やホタテなどを缶で蒸し焼きにするカンカン焼きセットで、お値段は3000円です。牡蠣もホタテも大きくて食べ応えがあります。いやー、新鮮なお寿司や蒸し焼きはめちゃめちゃ美味しかったです。というわけで函館の回転寿司は本当に美味しいので、ぜひ試していただけたらと思います。お腹を満たしたところで、お次は伝統的建造物群のある元町エリアを散策します。開港通りを函館山方面に向かうと、まず20軒坂がありますので、この坂を登って教会や八幡坂、旧イギリス領事館などを回ると効率が良いと思います。こちらが20軒坂で、道幅が20軒あることが由来のようです。路面電車は翌日乗ってみる予定です。結構きつい坂道が300メートルぐらい続いています。こちらは重要文化財に指定されている東本願寺函館別院で、現在修復工事が行われているようです。はい、坂の上まで来ました。函館山のふもとには風情豊かな坂道がいくつかあり、特に20軒坂や八幡坂はクリスマスシーズンにはライトアップされ、ロマンチックな場所になるようです。それでは教会のあるエリアへ行ってみましょう。ここでは函館の三大教会を全部見ることができます。まずはじめはカトリック元町教会から見てみましょう。レンガ造りの見事な建物で、まるでヨーロッパの街並みのようです。撮影禁止で中をお見せできないのが残念ですが、聖堂内にはローマ教皇から贈られた祭壇などもあり、見事な教会です。カトリック元町教会の先に茶々登という坂道があって、この両サイドに2つの教会があります。まずはこちらの函館聖ヨハネ教会から見てみましょう。先ほどの教会はカトリックでしたが、こちらはプロテスタントとカトリックを橋渡しするブリッジチャーチと呼ばれる宗派のようです。続いて函館ハリストス正教会を見てみましょう。こちらはロシア正教の流れを組む教会で、ひときわ大きな敷地に立っています。屋根の形がクレムリン宮殿に似ていますね。函館ハリストス正教会を出ると有名な八幡坂があります。函館港まで見渡せて、イルミネーションの時期には大変な人気スポットになるようです。はい、そして元町公園まで来ました。高台に重要文化財の旧函館区公会堂があるので行ってみましょう。チケットは旧イギリス領事館とセット見学で500円です。とても大きな建物で、中には大小さまざまな用途のお部屋がたくさんあります。当時のトイレや会議室、ラグジュアリーな応接室もありますね。こちらは演奏会や社交ダンス用のホールでしょうか。体育館ぐらいのスペースがあります。そしてこちらのテラスからは函館港が一望できました。見晴らしが良すぎて海上自衛隊の艦船まで見えちゃいます。この日はオランダの豪華客船ノールダムも寄港しているようです。素晴らしい眺めですね。お次は元井坂沿いにある旧イギリス領事館を見学します。中にはお土産屋さんやカフェもあり、アフタヌーンティーなども楽しむことができます。
誰かいるようですね。現在の街並みは建物で埋め尽くされていますが、当時はこんな感じの景色が広がっていたようです。その他、函館開港の歴史や当時の鳥観図も見ることができます。そしてこちらを覗くとハイカラさんになれるようですね。はい、以上が元町エリアでした。もう少しブラブラしたかったですが、今度は函館港のクルーズへ向かいます。こちらは函館港を約15分で回る金森ベイクルーズです。料金は1人2000円で少し高めですが、貸し切りですし、短時間で函館港を回れるので、ちょっとだけ船に乗りたいときはおすすめのクルーズです。赤レンガのドックを出港するので、まるでヨーロッパを観光している気分です。はい、函館港に出ました。船の前面がすっぽり窓に覆われているので寒くはなく、快適に景色を楽しめます。右手にはノールダムが見えます。そして左手には元町からも見えた自衛隊艦船です。こちらは5000トン級の護衛艦鈴月のようです。近くで見ると迫力がありますね。そしてこちらが造船所で進水式などが行われる函館ドックもあります。ちょっと遠いですが五稜郭タワーも見えますね。函館港は青森函館間のフェリーや豪華クルーズ船の停泊、造船所や石油ドルフィン、保税倉庫などたくさんの用途で使用されていますが、イカの陸揚げで有名な函館漁港は港の外側にあります。函館港の外側までクルーズしたい場合は、ハンバーガー屋さんのところから出港する遊覧船のブルームーン号に乗る必要があります。はい、赤レンガ倉庫まで戻ってきました。短時間のクルーズですが、潮風と港の雰囲気を味わえて気持ちよかったです。それにしてもこの赤レンガドックは最高の雰囲気ですね。約3時間ぐらいの散策でしたが、結構回れましたね。それではホテルへチェックインしましょう。ホテル前は広場になっていて綺麗な桜が咲いていました。例年ですとちょうど桜シーズンのため、この日は平日にもかかわらず500人の宿泊者がいたとのことです。チェックインカウンターには行列ができています。今回私たちは最高級のお部屋へ宿泊するため VIP 待遇となり、コンシェルジュが案内してくれてお部屋でチェックインをしました。お部屋はこちらの13階ロイヤルフロアにある広さ87平米のロイヤルスイートです。大きなお部屋は巨大なコーナーウィンドウになっていて、函館山と函館港を一望できる最高の角部屋です。眼下には青函連絡船記念艦マシューマルのあるシーポート公園が広がり、クルーズ船ノールダムが停泊していました。すごいロケーションですね。すごいのはお部屋だけではありません。こちらの浴室からも函館山を一望できます。そしてなんと、このホテルは自家源泉の温泉がかけ流されています。しかもこの温泉成分がまたすごいんです。泉質名はナトリウム塩化物強塩温泉で、鉄イオンを含んだ塩化物泉のため茶褐色なのですが、美肌効果の成分をふんだんに濃厚に含んだ温泉なんです。このホテルや温泉の詳しいご紹介は後日この動画とは別にアップする予定ですので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。それでは夕食へ行きましょう。夕食は駅近くの函館ダイニングガヤさんでいただきます。函館で人気の海鮮料理屋さんなので、個室を事前予約しておきました。今回はカニ料理をメインにいただきます。まずは大きなホッキ貝とホタテを焼きながらカニを待ちます。はい、そしてズワイガニが来ました。身がぎっしり入ってます。これぞ北海道ですよね。こちらはズワイガニのほぐしでカニ味噌と絡めて食べる贅沢な一品です。
こんなに大きなホッキ貝もなかなか食べられないですよね。そして本場北海道のホタテです。私はイカ刺しのついたカニ、イクラ、甘エビ、ホタテの海鮮丼3500円を注文しましたが、嫁さんにはこちらのタラバガニ丼を注文していただきました。お値段なんと6000円です。身の量が半端ないですね。タラバガニなんて普段まず食べられないですから、嫁さんにたっぷり味わってもらいます。やりたい放題注文しましたが、総額2万円くらいでしたので、高級レストランのコースより断然コスパが良かったと思います。いやー、大満足の海鮮料理でした。それでは函館山へ夜景を見に行きましょう。タクシーでロープウェイまで行く予定でしたが、山頂まで行って帰りにロープウェイに乗った方が割安で、列に並ぶのも1回で済むとのアドバイスをいただきましたので、そのまま山頂まで行っちゃいます。こちらがロープウェイ乗り場ですね。バスもたくさん運行されているようです。しばらく進むと夜景が見えてきました。はい、到着しました。運が悪いとガスっていて夜景が見えない日もあるようで、特に5月から7月の梅雨時は要注意です。ですがこの日は完璧な夜景が見えました。素晴らしいですね。函館山の夜景はミシュラングリーンガイドジャポンで3つ星掲載され、世界中から観光客が訪れているようです。私ももし海外のお友達から日本のおすすめ観光地を尋ねられたら、迷わず函館の夜景をおすすめすると思います。そして優しい海外の観光客さんが記念写真を撮ってくれました。せっかくですので帰りはロープウェイで下山しましたが、約20分待ちの行列ができていました。ロープウェイからも素晴らしい景色を見ることができるのでおすすめです。いやー、すごい夜景でした。はい、ホテルへ戻ってきました。スイートルーム特典ではホテルのバーでフリードリンクが楽しめるようですので、カクテルをいただきます。 VIP 待遇はいいですね。実質半日の観光でしたが、結構いろいろ回れて充実した初日でした。それでは素晴らしい夜景と温泉を楽しんで休もうと思います。ちょっとどんよりしていますが、函館朝市まで散歩に行きます。こちらが朝市広場です。センチュリーマリーナから函館朝市までは徒歩5分くらいです。まだ朝の6時ですが、結構お客さんがいますね。ここでは気に入った海鮮をその場で調理してくれるようですね。タラバガニやボタンエビなどの高級食材を生きたまま販売しています。イカの釣り堀まであります。釣って刺身にしたら超新鮮ですね。このようなお店が何十軒も並んでいます。建物の外にもお店がたくさんあります。そしてこちらがどんぶり横丁で海鮮丼のお店が並んでいます。結構リーズナブルです。海鮮丼を食べたくなったらここに来れば間違いないですね。それではホテルへ戻って朝食をいただきましょう。朝食はビュッフェです。朝7時ですがめちゃめちゃ混んでます。ですがここでも VIP 待遇なので待つことなく個室に案内されました。そしてロイヤルフロアに宿泊するとビュッフェとは別に特別メニューを4品選ぶことができます。ホタテ、ボタンエビ、マグロ、アワビのお作りに北海道産牛ロースのステーキ。このエッグベネディクトにはなんとズワイガニが入ってます。こちらはアサリの味噌汁で熱々を味わうことができます。いやー、すごい朝食でした。ホテル動画の方も頑張って制作中ですので、もうしばらくお待ちください。それではチェックアウトして五稜郭へ向かいましょう。まずは函館駅2階にあるコインロッカーに荷物を預け、身軽になります。そして函館駅前から路面電車に乗ります。
交通系 IC もちゃんと使えました。料金は230円、約20分で五稜郭公園前に到着しました。駅を降りて五稜郭までは10分くらい歩きます。はい、到着しました。混雑する前にまずは五稜郭タワーから展望します。五稜郭タワーのチケットはコンビニコピー機で事前購入しておくとお安く買える上に、当日チケットカウンターで並ぶことなくエレベーターに乗ることができるのでおすすめです。午前9時半ですが、もうこんなに混雑しています。まずは空いている函館山方面から見てみましょう。晴れていれば下北半島や津軽半島まで見渡せるようですが、この日は残念ながらどんよりとした雲に覆われていました。それでは土方歳三さんにご挨拶して五稜郭を覗いてみましょう。素晴らしいですね。要塞というより芸術です。この日は4月25日ですが、桜は5分咲きぐらいでしょうか。満開の五稜郭を見たかったですが、十分来た甲斐がありました。それでは実際に五稜郭へ行ってみましょう。実は下の階も展望室になっていて、こちらは空いていてゆっくり見学できます。京都タワーと同じですね。あいにくの雨ですが、なんとか見学できそうです。快晴の中、満開の桜をお届けしたかったのですが、北海道はこのところずっと悪天候でした。ですが、スケールの大きい土塁や堀、そして石垣は圧巻です。そしてこちらが函館奉行所です。上空からは小さく見えましたが、結構大きな建物ですね。こちらは当時の写真と平面図です。すごい間取りですね。そしてこちらが骨組みの模型ですが、よくこれだけの建物を復元しましたね。シアターや写真を置くと人物の説明が出るパネルもあるので、分かりやすく五稜郭の歴史を学べますね。それでは最後に北海道の老舗菓子店六花亭でお土産を買って帰りましょう。五稜郭のすぐ近くにあってよかったです。六花亭のお菓子はバラ売りしているのがありがたいですね。気になるお菓子を少しずつ購入できます。またお土産用に何種類か入った小袋もあります。ここからの眺めも素晴らしいですね。計10点で3630円でした。最後に函館駅で駅弁を買って帰ります。はい、以上が陸路1泊2日の函館旅行でしたが、いかがでしたでしょうか。感想としましては、それほど慌ただしくもなく、要所要所を意外と回れた感じです。そして新鮮なお寿司やカニなどの海鮮料理、ラグジュアリーなホテルステイ、温泉まで楽しめて、かなり充実した滞在でした。北海道ですが、本州に近いだけあって、意外にフラッと行ける観光地なのかもしれません。そして美食と絶景を求めるなら間違いない場所と思います。それではこの辺で失礼いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。